こんにちは、空手家工芸です。今回も引き続きタイ道世界大会4連覇、タイ道会国旗すみません、これ感が言えなかったです。ごめんなさい。もう一回いきます。はい。こんにちは、空手家工芸です。今回も引き続き、タイ道世界大会4連覇、タイ道会5連館館長の中野哲先生とお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ですね、今回はちょっと中野先生から、前回まで身体操作だったりとか、蹴りを教わったんですが、ちょっと帯同ルールのスパーリングって多分あんまり僕もそうですね、見る機会も少ないですし、当然体験も全くしたことないので、今日ちょっと帯同ルールでスパーリング体験させていただきたいなと思いまして。ありがとうございます。帯同ルールが難しいので、すごい大変だと思うんですけど、帯同はですね、身体その場でついたり蹴ったりの練習すごいするんですけども、ただその場でついたり蹴ったりしちゃうと、この体の操作の練習をみんなしなくなってしまうということで、宿峰創始者の宿峰先生がその場でついたり蹴ったりしないで、身体操作した後に技を打つっていうのをテーマに作られてるんですね。はい、なのでさっき言った千運変面点の何かした後に打つという、そして受けてはダメっていう全部余計です。全余計ですね。で下段はなしですね。全余計なので、そうすると中段以上の技で常に動いてろと。そうです。で動かずに構えてパンチ切り打っちゃダメと。そうです。なんか即反則負けそうな気がすごい難しいです。やばいな、なんかできるのかな。そうすると構えてこう構えてるのもダメですか？そうですね。ずっと動いてなきゃいけないというルールもあるので、やばい、必ず動いてなきゃいけない。ずっと足止めるのなしっていう。うわー、マジっすか。戦場ですね。ずっとバンバンって打たれると思ってください。なんか戦後すぐに作られた武道なので、切られる、打たれると思っていただければ受けちゃダメ。なので最悪手とかにこの手に当たるのは別にいいんですけど、手がなくなっても戦えるかもしれないので、体に当たったらダメですね。でこの体に当たる場所でブロックしたらアウトです。ちょっとゲーム感覚としても面白いのかなとは思いますね。全然動きが理解できない。じゃあすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。全く理解できてない。私も全く練習してない、実践練習してない状態の人とで実践するの初めてです。1分でやりましょう。多分ぐだっちゃうから。ちなみに、帯同の試合もさっきなんか一瞬だけ動画で見させていただいた以外何の知識もないですけど、いいですか？大丈夫です。ちなみに、審判的に今のファールみたいななんか反則とか今のポイントでコケさん負けみたいなのは、ちなみに勝敗の消し方とそういえば、ちなみにこれ顔面もなしです。顔面もなし。この道着の部分だけですね。なるほど。であと本当絡み技もあるんですけど、本当絡み技はめちゃくちゃ危ないので、前十字とか切れちゃうので、ちょっとなしで。でですね、体の操作をしてボディこの白い部分蹴ってバーンって構えに戻ったら OK です。あとさっきお伝えした先輩の突きとか。うわ。わかりました。とりあえず1回やってみます。最初体験で15秒ぐらいやってみます。わかりました。ではよろしくお願いいたします。では始め。これいきなりやばい技出ました。ちょっとこれほんとすごいんで解説させてください。まず最初の軸足の位置を確認してみてください。ここで後ろ足を寄せることで一気に僕の前足の横に足を移動しています。さらに前足より前に軸になる手を置くことで、さらに推進力を得て大きく前方に移動しながら卍蹴り、そして最終的に蹴りの軸となっているのが左足と右手になっていました。
多分この写真のビフォーアフターを見て一動作で一瞬で行われたと思う人はいないと思います。しかもこの超長距離移動の万字蹴りからすぐに構えに戻っていますね。もうただただ驚きでした。うわ、もう全然わかんない。すごっ。こんな感じです。でこれを頑張って受けるんじゃないですか。ああ、なるほど。瞬殺されました。ありがとうございます。ありがとうございます。やば。どうでしょう、どうでしょう。いや、でも初めてだと絶対無理だと思います。めちゃくちゃ難しいの。できたら神です。なんかもうなんか、動いてなきゃいけないと思ってた。入ってきたけどどうしようみたいな。最初はなので間合いで避けるっていうのがいいかもしれないです。で慣れてきたら位相で避けて、でもっと慣れてきたらお遍風儀といってもうしゃがんで、もう技に来たらもう技で勝つみたいな感じで、それがいいと思います。わかりました。はい。なんかこっから以外こうしながら避けれる気がしない。そうですよね。お願いします。じゃあ次もう一回お試し15秒しますか。多分1分する前にただただ僕がやられると思う。いやこのルールは帯同ルールですから。もう全然はい。すみません。お願いします。じゃあよろしくお願いします。じゃあもう1分にします。はい。じゃあ1分でじゃあお願いします。ここもちょっとだけやり取りありました。ここ万字蹴りをフェイントにしてエビ蹴りのような形で中野先生が入ってきたのですが、これをかわしてそのままの勢いで前に来ると思い左足の内回しのカウンターを狙いましたが、すぐに逆られてしまいました。もうここは空手には絶対ない動きでした。まずここはスイッチバックすることで2段蹴りの蹴りのポイントを外しています。ここからの一連の動作が面白いのですが、僕がスウェイしたことで卍とエビを蹴るラインがないことを確認した中野先生が蹴りを打たずに回転しますが、構えに戻ると思いきや回転を止めた反動でまさかの逆回転の卍からのエビ蹴り。空手では一度も見たことがない驚きの景色でした。はい、ここでちょっと初めての挑戦してみます。中野先生の左足の踏み込みに合わせて前に踏み込みながらカウンターのエビ蹴りを狙いましたが、ここで外れてしまったのでそのまま立て直して左の回しを蹴るつもりがエビ蹴りで体勢を崩してしまい後ろに下がってしまったので届きませんでした。ここもやっぱりすごい独特でしたね。まずここで僕が中野先生の踏み込みに合わせて万字蹴りを蹴ろうとしますが、もうバックステップで蹴るところがなくなってしまったので蹴るのをやめて振り返りますが、ちょっとバランス崩してます。僕の踏み込みに合わせてカウンターの万字蹴りからのエビ蹴りかと思いきや、そのままもう一度万字蹴りのフェイントを混ぜて、ここでまさかの逆回転のエビ蹴りを狙われました。もうたった数十秒の間に見たことない景色連発で本当びっくりです。ここタイミング良かったんですけど、完全に僕の対動力不足でした。ここドンピシャのタイミングで中野先生の踏み込みに合わせて今日一番深い間合いを取れたのですが、僕が手を置く位置が後ろ側になってしまったため、せっかくいいタイミングだったのに距離が前に伸びませんでした。しかもここで完全にバランスを失ってフラフラしちゃってます。そしてここ中野先生ちょっとニコニコしながら手加減しながら蹴ってくれてます。この瞬間も初めての体験でした。ここ中野先生の踏み込みに合わせてエビ蹴りを狙ったら、まさかの中野先生がその瞬間に足を踏み替えて僕のエビ蹴りに対してかわしてからの万字蹴りのカウンターに切り替えたんです。とっさに止まりはしましたが、後ろ回転系の技を打ちに来たのを見た瞬間にカウンターに切り替えられる人を見たのが初めてでめちゃくちゃ驚きました。ありがとうございました。すみません、加減めちゃくちゃしてます。いやもうでもちゃんと全部前を測ってさすがです。いやなんかこう
どうやって動いてれば正解なのいやでもすごかったです初めてなのに。ちなみになんですかね、これってこういうのはセットになるんですか？それ本当はダメですね本当はダメですですよね。いや今見ててあれ、これやっちゃいけない気がするこうかなって言ったんですけど正解がわからないっていう。そうですよね。この運足が常に相手に構えを続けるっていうのがあるので、それを守っていただければ。常に要はこの構えで動き続けるんですか？それで本当剣道みたいな。ずっとこういう状態で、ずっとこういう状態って感じ。うわ、はい。こうかこうで、こう常にこう続ける感じ。そうです、そうです、そうです。いやすごいです。でイメージとしては相手の攻撃が来るときに手が本当先生は脇が締まってて素晴らしいんですけど、こう相手の攻撃が剣だと思っていただくと、手が浮いたりすると開くんですね。なので左に行きたい場合は右で行きます。そうです。右に行きたいのが左へ行くみたいな感じでやっていただくと最後の指がめっちゃ速い。前移動が難しいな。そうなんですね。それ前移動するときに一気にこう入ってくるような感じですね。前移動の時はここからこっちを締めていく。そうですね、そうですね。でこの下の手が上に来ると手が下がります。こっちにそうです、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 そうです。じゃあこれを踏まえた上でちゃんと帯同ルールになるようにじゃあ頑張ります。すごいお願いします。お願いします。じゃあちょっと1分長かったら30秒ぐらいでやってみます。わかりました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、始め。ここは中野先生の運足や構えを見ながら先ほどのアドバイスを参考にして頑張って真似しています。この辺りで運足ばかり意識しちゃって蹴りのタイミングがつかめないって困っていたら中野先生に思考がバレて笑われちゃってます。その直後にこうやって蹴るんですよって教えようとしてくれている卍蹴りが飛んできました。そしてその蹴りを受けた後にもろに思考がバレちゃっててもう笑うしかない状態でした。この辺りはせっかくなので見せてもらった卍蹴りに行こうと思いましたが完全に踏み込みに反応されちゃってて蹴りに行けませんでした。ここで中野先生が蹴れるように運足を止めてくれたのですが逆にスパーリング中に避けるつもりがない人に対して蹴りを出したことがないので混乱して蹴りに行くことができなくなってしまいました。これ考えたらそうですね。じゃあ簡単な感じで言うと右膝からですねこの位置から高速して卍蹴り。体の正面を見せながら倒していくような感じです。なのでこの最終的にここがあった状態でパチンって今日の先生的に言えば箸がつながった瞬間に箸外すんだよね。はい。ちょっとましたね。分かりやすいのは後ろ回し切りとかは分かりやすいと思いますね。こっちに行くときはこっちです。そうですね。あと先輩から蹴ったりしてもいいので、先輩から蹴るのもいいですね。もう一回よろしいですか？そうですね。今回やった先輩の動きから蹴り。OK です。OK です。こっちに回って、じゃあこっちじゃないか。後ろに回ってこっちは。そうです。OK です。OK です。それ OK です。なるほど。OK です。なかなかすみません、ルールが理解できない。いや絶対そうですよね。できたら神です。お願いします。よろしくお願いします。初めて。ここタイミング合わせたつもりがコンマ数秒遅いんですよね。
本当は同時かほんの少し中野先生より早く軸になる足をつきたいのですが、先に完全に中野先生に前足に重心をかけられちゃってます。僕が足を設置して蹴りに行く瞬間には中野先生の後ろへの移動が始まっちゃっていたので、避けられることを分かって蹴ることも可能でしたが、慣れない蹴りでバランスを崩すリスクが高いので途中で蹴るのはやめました。ここ先ほどに習った技に挑戦したのですが、綺麗にかわされて見事なカウンターの連続技で完璧にやられちゃいました。ここで先ほど教わった右足に重心を移動させて推進力を得てから大きく踏み出して、不完全ですが左で急停止してからのマンジ蹴りでしたが、綺麗にかわされて立ち上がろうとしたところに下がった反動でまさかのエビ蹴りのカウンターが来て、必死に避けようとしたら後ろに転ぶ以外の選択肢が分からず、その後突きで完璧に捉えられました。ここ最後タイミング悪くなかったんですけど、やっぱりかわされました。これも右足に重心を移した後、推進力を得て一気に踏み出し、今回は中野先生の踏み込みにほぼ同時で踏み込めたのですが、すでに読まれていて踏み出しがそのまま避け動作につながっていたため、蹴る時にはいなくなっちゃっていました。ダメだ、いやちょっと難しいと思いますね。なんかめちゃくちゃ難しいですね。この身体操作をいつでもできるようにするためにめちゃめちゃ尖った方向に競技を進めているものなので、なので例えば、極真空手とか、キックボクシングとかいろんなことやってる人たちがこう独特な技を身につけたいって時にはむちゃくちゃいい尖った技術のノウハウはたくさんあるんですけど、いきなり帯同ルールっていうのはむちゃくちゃ難しいと思います。予想以上に難しい。なんかこうやってる時運足ってこれ反則じゃねえのかな。出ちゃいますよね。ありがとうございます。いやもうお付き合いいただいてありがとうございました。いやもうすごいありがとうございます。今回は帯同ルールで僕がひたすらボコボコにされる回です。ありがとうございました。後ろすか？この時点で怖いですね。そう、やること同じで、柔らかに出すことがありました。そして、でその中でどうっていやもう本当めちゃくちゃ難しかったいやもう難しいと思います。いやもうなんか本当想像以上ですね。多分視聴者さん見てると多分いやコーキスなんかできねえなこいつっていうのがよく伝わると思うんですけど、本当難しいです将棋やったことない人に将棋やってっていうような話だと思います。はい、でもあれですね、本当考えながらこうどういうふうに動作すればこういうふうに動けるっていうのが頭の中で理解した後に完全に落とし込めちゃえば、いろんなどういう状況になってもこうすれば蹴れるっていうのができちゃいますね。本当に体の5つの動作っていうのは本当にあれ以外多分ないと思うので、やれちゃえばめちゃくちゃ強いと思います。もう本当に基礎を応用するのが上手な方なので、もう使いこなしたら大変なことになると思います。慣れないルールをしていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございました。はい、あれですね、今回はコラボさせていただいて、概要欄にある、中野先生の生態制度精神チャンネルの方もクリックして今回の、コラボ動画をぜひ見ていただきたいんですが、あれですね、もう本当今僕が、いかにできなかったっていうのを見ていただいたんですけど、そういう、態度素人の方でもなんならもう体のこと全然知らない方でもどうやったら体って動きやすいんだよっていうのを、すっごい分かりやすく、中野先生のチャンネルでは紹介していただけているので、ぜひ本当そちらも見てみてください。ありがとうございます。はい、日頃僕のチャンネルでは誰でもすぐに再現可能な技術解説など見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜、投稿していますので、最新のような技術を見逃したくない方はいいねボタンとチャンネル登録して、極真空手世界ジャコーキスの YouTube 動画で一緒に強くなりましょう。おっすおっすおっす、ありがとうございました。いやーすごいですね。いやー本当ありがとうございます。帯同していただいて、帯同の紹介にできて、帯同会が感謝しなきゃ。
いやーもう最初の15秒の合わせの時には思いっきりパショーン思いっきり蹴られたら折れてたなそれはもう先生無敵なので大丈夫もうしかも一番蹴られたらやばい場所蹴られましたね。あ、そうですね、脇の下ですね。はい。びっくりした。結構そうなんです。この態度の形だと、さっき私こうやって顔振っちゃったんですけど、態度の形だともう完全に、そうですね全部見ながら蹴れますね。すごいな。さっきこうやっぱどうしてもこう、うわ回られたってこっちに行っちゃうんですね。もう見事にやられて、本当に重くそ蹴られちゃいけない、一番蹴られちゃいけない場所で、っていうか僕人生で初めてここ蹴られました。あ、すごーい。初体験。それもすごいと思います。人生で今まで打たれたことがなかったっていうことが衝撃です。あ、本当ですか。でもこんなとこ蹴られるような角度でまず蹴り来ないので、そうなんです。この下から45度はすり抜けてくるので、でしかも前蹴りとか普通の回しであれば 100% 受けれるんで、こんなところ衝撃的ですね。こんなとこ蹴られるんだと。いや、すごいありがたいコメントを蹴られた衝撃がすごかったですね。じゃあもうでも2本目はちゃんと肘で守られました。あ、いいです。何年のやつはじゃあはい、よろしくお願いします。このままじゃあ、中野先生のチャンネルの方ではいルールいいですか。で、僕のチャンネルでそっち一緒に撮らせていただいて、はい解説動画もこっちで上げさせてもらってはい、もちろんです。